はい、デッドスペースにそういったものを入れるだけで本当に部屋の中の散らかりが一気に減ります。今回の週末ビフォーアフターはゴールデンゾーン攻略してデッドスペースを生み出そうというお話でございます。はい、どんなお話かよくわかんないですよね。はい、説明しましょう。今春先は結構引っ越しとか多くてですね、ついついね段ボールのまんま一つの部屋が物置部屋になっちゃってるお家とかね結構あったりするんですよね。はい、1年経ってもそのままなんていうねお家もよく見かける中でね、今回はそんなね引っ越した後なかなか片付かないお部屋をどう攻略するかというところをねお話ししていきたいと思います。はい、まずこちらのお宅ご覧ください。このお家は 2LDK のね、3人家族のお家なんですが、引っ越した後ね開けられなかった段ボールとかねこの家の奥さんはねもう一つの部屋物置部屋しちゃってもいいから他の部屋は散らかしたくないんですっておっしゃっててね、この部屋をちょっと物置部屋として使いたいわなんておっしゃっていたんですが、それにしたってですねなんかやっぱりね雑然としていますし、秩序がないというかですね、ごめんなさい、景色が悪い。はい、ということでね、私がどうこれを攻略していくかということなんですが、皆さんねここでちょっとお話したいのはまず、ここからいっぺんに完璧を求めないっていうことがすごく重要。はい、皆さんねなんか収納買ってこなきゃとかもう減らさないと無理だとかね思ってねなかなか手出せないと思うんですよね。その場合ね皆さんもっとねこの部屋を解決する方法があるよということですね。今回ゴールデンゾーン以外のデッドスペースを活用して物置部屋から脱出するね方法をお伝えしたいと思います。はい、でね私このお家まず2つの収納に着目したんですね。1つ目は、この部屋のクローゼットだったんですけれども、こちらのお部屋のねクローゼットもう奥行きが深いクローゼットだったんですけど、もう一つね寝室側にウォークインクローゼットがあったんですね。はい、ここで一つポイントなのはですね、皆さんね一つの、ね、収納だけを見るんではなくてさまざまな部屋のね収納を見直すっていうだけでもね非常にね攻略できますので、そういったところをね、皆さん覚えておいてください。はい、で収納に応じた攻略法がございまして、まずこのね物置部屋と返してしまった収納を見ていただきたいんですが、こちらねものすごくですね奥が深い、なんなら押し入れ収納の引き出しがもうねこんなたくさん、全部でですね7つも入ってるようなね大クローゼットなわけなんですが、奥行きが深いということでね、この収納をここでしか使えませんっておっしゃっていたんですが、部屋が片付いた状態でこれをね収納の中で使うのはしょうがないにしても、部屋よりも収納の中の方が綺麗じゃないって話なんですね。ですからこの収納の中もね改善の余地めちゃめちゃあるなと思いました。はい、次にこの寝室のウォーキングクローゼットのねちょっと特徴を見ていただきたいんですが、こちら可動式なハンガーラックと棚板がありまして、これはですね、ゴールデンゾーンにね全てハンガーラックがかかっていたんですけれども、長い服も短い服もね稼働率に関係なくね、洋服が全て、同じ高さに並べられていたわけですね。でね床を見てみるとですねもう稼働率の高いものが床置きされちゃってですね全くウォーキングクローゼットに歩けない状態だったんです。でね棚場と言ったらねこのハンガーラックの上に並べられていてねものすごい高い位置にあったわけですね。このね物置部屋と化してしまったこのお部屋をどう攻略するかということなんですが、まず戦略1としてですねこの部屋の景色をね改善しようということですね。でこの部屋の景色を改善するのに取り組んだまず第一はですね段ボールをなくすってことだったんですね。はい、皆さんねいろんな収納ねいろんなものを入れてあってね、その段ボールの中身出したところどこにしまうんだよって話なんですけれども、部屋の中に段ボールがあるとですねどんどん物置部屋と化してしまうというのは私は5000軒以上の家に行ってねもうこれは確証しています。そうではなくてですねやっぱりね段ボールから中身を出してですね、例えば白い箱に入れるとか引き出しの中に入れるとか収納ケースに入れるだけで全然この部屋の景色は変わりますので、まずは段ボールを攻略しようということです。じゃあ段ボールの中身ね全部出したところでね全部収納の中なんか入れられないよってなった時に、私はまずこの
お部屋の収納の中を改善しました。さあまず棚板を活用してゴールデンゾーンを作っています。はい、それとともにですね、2枚の棚板を使うことによってデッドスペースが増えるんですね。はい、こういった奥行きの深い収納はですね、奥と手前の分割を考えていただければいいんですけれども、手前はですね開けてすぐにね取り出しやすいということで稼働率の高いものを入れてほしいんですけど、その後ろって結構使い勝手が悪いので、そういった場所にこの段ボールを開けてしまった稼働率の弱いもの、例えば、ご主人の思い出の品だったりとか、未整理の書類だったりとか、稼働率が弱くって捨てることはできないけれども、まあねどうしても取っておきたいものに関してはこういったデッドスペースの中に埋めちゃってください。はい、私ね寄せる片付け、捨てない片付け、いろいろ言いますけど、埋める片付けっていうのも言ってます。この埋める片付けで重要なのはある程度デッドスペースを作るってことなんですね。はい、デッドスペースにそういったものを入れるだけで本当に部屋の中の散らかりが一気に減ります。はい、別にこれが最高にいいって言ってるわけじゃないですよ。はい、なんならこれ後々見直していただきたいんですけど、部屋の中の景色が変わるだけで人の気持ちって変わるので、後で変わった景色をね皆さんにご覧いただきたいと思いますので楽しみにしててください。そして最後、このウォーキングクローゼットですね、可動式のハンガーラックや棚板がある場合はですね、これねゴールデンゾーン充実させることができるんですね。まず私が取り掛かったのがハンガーラック横並びで一直線にあったものを1箇所丈の短いもので2段にして使ってるんですね。そうすることによってハンガーラックの2段がゴールデンゾーンにできることによって非常に使い勝手が良くなります。はい、あともう一つ、棚板上の方にあったものをですね、取り出しやすい位置に設置することによって床置きになっていたものの定位置ができることによって非常にね稼働率が良くなって収納力が上がるわけです。そういった工夫をすることによってデッドスペースが生まれます。どうしてここにデッドスペースを作ったかというとですね、実は物置部屋にはですね53センチのクローゼット収納に最適な引き出しがですね7個もあったんですね。はい、やっぱりそういったものをですねこの、ウォーキングクローゼットの中で活用することによって、もちろんデッドスペースに使ってないものを入れることもできますし、これを利用して非常に出し入れのしやすい収納もできるということでね、取り出しやすい環境を作ることによってこのウォーキングクローゼットが生まれ変わりました。はい、ということで皆さん、収納のデッドスペースを活用してできたお部屋をご覧ください。はい、見てください。こんなに景色が変わったんですよ。段ボールのものがですね白い収納ボックスやですね収納ケースに入ったことによってね、やっぱりこの統一感が生まれることによって非常にね景色が良くなっております。床もね非常にね広がったことによってね、もうなんならこの部屋物置部屋じゃなくて違う部屋にしてもいいんじゃないかって思えるぐらい部屋に秩序が生まれました。皆さんわかります？この部屋段ボール以外のものは一切捨ててないんですよ。はい、ということで収納の中にゴールデンゾーンを活用しデッドスペースを作るだけでも部屋の中が片付きますので、皆さんもですね、このようにね収納を見直していただいてお部屋の中片付けてみてください。はい、ということで今週の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。効率的に片付けるためには戦略が必要だっていうことが分かっていただけたと思います。もしね、部屋のね、片付けで悩んでいる方、コンサルティングサービスやっていますので、お悩みがある方は、リンクをね概要欄に、貼っておきますので、お気軽にお問い合わせください。ということで、次回は子育てに奮闘中のお母さんの悩みを解決してきましたので、皆さんどうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。